常に生きてるって感じです。常に動いてるの好きです。デザイナー越野純子。日本のファッション界を牽引し、その鮮烈な表現は服だけにとどまらず、舞台、音楽、空間、そして自らの生き方にまで及ぶ。子供の頃、うちの家洋装店なんですよね。いつも人が来てるんですよ、うちの親がね。それでさあご飯しましょうって言ってこんにちはって言うんですよ。ご飯も家族でゆっくり食べれない、そういう感じで育ってるから、なんかいつも人が来てても何ともないんですよ。ざわざわも平気なんですよ。もう子供の環境で商店街のど真ん中で育ってるから、だから都会の真ん中が好きなんです。文化服装学院在学中、史上最年少の19歳で総演賞を受賞。日本におけるアバンギャルドの女王の誕生である。子供の頃っていうか、私がファッションデザイナーになるってことは思ってなかったんですよ。うちの家の実家は洋装店だけど、長女、私次女だから自由じゃないですか。それで絵はもう学校で絵だけは良かった、あとはダメなんだけど、絵だけはまあまあ褒めてくれて、学校もね、それだけはもう5だった。あとはちょっとややこしいんだけど、それでずっとやってきたからって画家になるんだわって、もう絶対画家に行って頑張ってお勉強してる最中に絵の先生がね、うちの洋装店だからどうしてお母さんと同じ方向に行かないのって言われて、がっくりしちゃって。そうですか。そう悩んじゃって、で文化に入ってまだ19歳でもう賞を取っちゃったんですよ。総演賞ね、19歳、今でも最年少、だからそっちを目指してるわけじゃないんだけど、絵を描いてたから絵で最初通るんですよ。で絵が通ったら洋服にするんだけど、洋服にするのはうちの家洋装店で子供の頃から作ってるのずっと生まれてるから見てるでしょ、作るのはできるわけですよ。で絵は学校で習ってたけども、だからポンポンポンってなっちゃって、それでポンと背中を押されたようにずっと今までいます。運命ですよね。画家を志した洋装店の少女、高田賢三や三宅一生らも活躍する時代の濃い空気の中、東京のファッション文化の中心でその存在は輝きを増していく。1978年のパリコレクションに参加以降、越野純子は世界規模での知名度を獲得し、2025年文化勲章を受賞。今もその歩みはとどまることがない。年齢関係ないじゃないですか。毎日要するに年齢っていうのはね、一回何もしないで静かにして何もしないと、なんかちょっと世の中と違うことすると、なんていうかリズムに合わなくなるでしょ、だからやっぱりリズムって繰り返し休まないでやることだと思うのね。だから一回ちょっと仕事を辞めてゆっくりしてっていうとね、次元が違うからね、やっぱり波に乗れないと思うんですよ。私波に乗りっぱなしなんですよ、サーファーみたいな。休むってなんだろう、休む病気なんです。今やんなきゃって感じで、いつもほらどっちかというと一日何もしないことってないんですよ。パリ行ったりやんでも帰ってきてそこでまた行くのそんな感じ。来週もパリなんですけどね、そうやってなんかこう一日ゆっくりっていうことはないんで、コロナの時暇でブティックもお休みで、じゃあこんな時に絵を描こうと思って、すっごい描きました。こういう時に何かやりたい、ムラムラって、そうするとすっごい忙しくてやりかけたらもう結構忙しかったです。朝起きてやるっていうのが嬉しくて。なぜ走り続けるんですか？好きだから。運動とは運が動くって書くじゃないですか、だからやっぱり運動っていうか動くってことですよね。動くと運が変わってきますよ。前向きになる。だって走るにしても後ろ向きに走らない、前向いて走るでしょ。前に向かって走るでしょ、だから前が見えてくる。
欲張るとダメですよね。あれもこれもだってどこからやっていくか分かんない。やっぱり自分に向いてるものとか使命とかってあるでしょ、はい、それ他に誰もやってないことをやりたい。常に走り続けている越野純子さん。自らの意志を貫き妥協しない強い人のように見える。しかしその輝かしい成功の道のりには意外なしなやかさがあった。東京に来て、それまで絵の方行こうと思ってたんだけど、東京にその絵の先生がね、うちが洋装店って家がどうしてお母さんと同じ方向に行かないのって本気で言われたんですよ。そっから悩み出しちゃって、せっかくね美大を受けるために一生懸命お勉強してる最中に全然違うことを言うよね、うちの姉が長女で家を継ぐんでね、私次女が自由でしょ、なんで姉と同じことしなきゃいけないのっていうのがちょっと反発的だったの。だから同じ方向に行きたくないって思うんだけれど、外から見たらどうしてって言われるんですよ。どうしてったってね、ちょっといつも画家になりたいって言ってるのにしょうがない、とにかく東京に行って、そしたら賞をパンと取っちゃったんですよ。だから私が行くべき道だったんですよね、それで賞を取ったから19歳で、それでどんどんって今に至るんです。で健三さんとか、いいお友達がいて環境になっちゃって時代になって、時代の中心になっちゃったんです。だから使命ですね、それはね。私が理想でやっと来たわっていうんじゃなくて、運命ですね、一種のね。私は絵をやりたいって言ってるのに、そっち行くとスーッとしようとってタって言っちゃうわけでしょ。でって言いながら居心地よくて、居心地いいというか、お友達とかどんどんできると、自分が結局向いてるなみたいなことになっちゃうわけですよね。で画家だったら一人で黙々と描くだけだけど、ファッションってやっぱコミュニケーションだから、コンテスト出したりとか、どんどんお友達も増える。そういう意味では私にはそれが一番正しい道だったんですよね。それが今でも何十年も続いてるわけで、いやいややってるわけじゃなくて、結果的には一番家の環境からして一番自然なんですよ。環境に逆らわない方がいいわね。先だってその文化勲章を受賞されて、その後に今後も続けてまいります、努力してまいりますってあったんですよね。すごいなと思って。これをきっかけにやらなきゃ意味ないじゃないですか。走り続ける、死ぬまで。それはね、背中を押してくれてるようなものだから、勲章っていうのは。勲章もらって終わりですよっていうんじゃないと思うんですよ。大体ね、勲章もらった方って結構お年の方多いんですよ、ご苦労様みたいな。私それは嫌ですね。これをきっかけにもう一丁やるかみたいな。いや本当だってやれるんですよ。だってやれる余裕があるのに、やめる必要ないでしょ。ないです。それはもう若い時より余裕ありますよね。やる気になればどうにでも。だから私も来週パリでショーやりますけど、やっぱそうビジョンがあると、やっぱみんなも生かされるし、私一人じゃなくてね、うちの家族もうちの社員もみんな生かされるわけでしょ。自らが求めることをただがむしゃらに貫き通したのではない。求められることを正しい道として受け入れ、全力を尽くしてきた越野さん。それはもしかすると頑張ること以上に過酷な道のりだったのかもしれません。本来の自分をもう一度見つけてそこへ帰ること。アバンギャルドの女王は自分自身と世界に対して真摯に向き合ってきた人でした。流れってあるんですよ、水の流れって。それに逆らうと余計におかしくなる。流れに沿うとやっぱスーッといくもんでない。だから東京ってスーッと賞を取って最年少でね、それでスーッて、だから水の流れに逆らっちゃダメですよね。
you know me, baby, even better than I know